こんにちは。怪物監督しました。是枝裕和です。你曾在法国和韩国拍摄过电影，这可能会改变你制作电影的方式。在其他国家的工作对你的电影制作方式有何影响？当你回到日本制作电影怪物时，感觉如何？自分であんまりそういうことを考えないんだよ。フランスと韓国での経験はとても自分にとっては貴重な時間だったと思うけれども、それを経て何かを変わったと見た人が感じているのであれば何か変わったんじゃないあんまり自分でそういうことを意識はしてないな。ただごめん、フランスでやった時に、イーサン・ホークさんという役者さんに映画を作る上で大事なことは言語を共有することではなくてビジョンを共有することだというふうに現場で言われて、その通りだなと思っている。それはだから一緒、日本で撮ってもビジョンを共有できてなければいい映画ができない。どういう映画にしたいかっていうことをスタッフとキャスト、多くのキャストが共有することが大事だというのは原則であるということは学んで帰ってきた。这次怪物是别人写的剧本，那导演自己写的剧本和别人写的剧本区别在哪里？どっちも面白さと難しさはあると思うんだけれども、実は撮影の現場で自分で書き直して、脚本を完成させていくんだけども、そのプロセスを今回は一人ではなくて複数の、脚本家を交えた複数のチームで撮影が始まる前にできたって感じ。3年半かけて。なので撮影の現場で脚本について悩むことがあまり多くはなかったです。众所周知，导演不喜欢把剧本给童星看，这次也是一样吗？所以对您来说，教导童星拍戏有什么难度？今回は前もって脚本を渡して、一緒に役作りをしていきました。なので通常の大人の役者と同じアプローチをしています。それは普段のように子どものパーソナリティにのとボキャブラリーに、乗っかって役を作っていくのはちょっと危険だなと。少年2人がやっぱ抱えている感情的な葛藤みたいなものがやはりかなり本来の彼らのパーソナリティと違うものだったから、そこはきちんと学んだ上で一緒に港なら港よりならよりという役を作りましょうというアプローチをしました。您认为音乐在电影中扮演什么角色？它对电影的情感和主题有何影响？答えになるかどうかちょっと分からないけれど、場所を探していた湖にたどり着いて夜の真っ黒なブラックホールみたいな湖を見たと。ここで坂本龍一のピアノが響くっていうのを直感的に自分で確信を持ったことだった。なので今までの坂本さんが発表された曲を自分の作品にはめ込んだ DVD を坂本さんに送って依頼をしたところ、返事が来て引き受けますと。で音楽室で奏でられるホルンとトロンボーンの音が素晴らしいので、音を邪魔しない音楽を作りたいと思いますというふうに手紙に書かれている。对你来说，怪物的定义是什么？或是你想通过怪物电影给什么信息观众？人が理解できないものを理解しようとすることを諦めたときに怪物が生まれるんだと思うんですよね。でそれは母親と学校の間でも起きるし、校長と先生の間でも起きるし、子どもたちの間でも起きる。でこの映画と観客の間でも起きる。それがとても重要だなと思っていて、そのことに観客が気づいたときに初めて